大間が時フィルムのヒロト。どうもです。どうも。どうも。今回なんですけど、事故物件はいを調査しようと思っております。はい。で、今回ちょっと特殊なのはですね、うん。事故物件っていうのが古いマンションの2部屋なんですけれども、1つのマンションに隣り合う2つの部屋が両方とも事故物件なんですよ。ちょっと特殊じゃないですか。で、先日ですね、僕の方で依頼者の方から話を伺ってきたわけですけど、はい。なかなかやばい経緯があるんですよ。で、その部屋っていうのはもう事故物件になって以来誰も入居はしていないそうなんですね。はい。今回ご依頼いただいてどうもありがとうございます。いえ。で、メールの方でも内容はお聞きしてるんですけど、はい。改めてどんな部屋かっていうのってお伺いしてもいいですか？その部屋が104号室と105号室なんですけど、もともと104号室も105号室も住人はいたんですよ。住人がいてずっと普通に生活していたんだけれども、とある事件をきっかけにですね、この2部屋両方ともが室内で死亡してしまうということなんですね。で、そこから今に至るまでさまざまなですね怪奇現象が後を絶たないということでですね、困っていらっしゃるそうなんです。で、この経緯がなかなか本当に特殊でして、104号室と105号室、今から10年以上前なんですけど、同じ時期に住んでいた住人同士でかなりトラブルが起きてたらしいんですよ。住人トラブル。話を聞く限りでは、もうどっちが悪いとかなくて、もうお互いが隣がうるさい隣がうるさいって言い合ってるような住人の詳細なんですけど、まず104号室、40代後半の男性とその母親、80代の高齢の母親の2人暮らしだったそうです。年金暮らしでね、暮らしていたんじゃないかと。で、105号室の方は30代の夫婦と子供、まだ幼い子供の3人家族。両家族ともですね、しばらくはトラブルなく平和に暮らしてたそうなんですよ。ただ104号室の高齢の母親が病気で亡くなってから104号室の方はですね、一人で住み続けていたわけですけれども、その後生活保護に切り替わった頃から日に日におかしくなっていったらしいんですね。具体的にどうおかしくなったかっていうと、ある種精神病のような状態で、被害妄想だよね的な感じで管理会社にクレームを言うようになっていた。105号室のご主人もそれに負けずに結構やり合っちゃってる状況が続いていたらしいんですよね。どっちも後に引けないみたいな。そうただとある日ですね、その104号室に住んでいた一人暮らしの男性が部屋の中で首をつっているのが発見される。で、それを発見したのが105号室。異臭がすると105号室から連絡があって発見されるわけですけれども、ちょっと妙なのがですね、その104号室の住人が首をつって死んだその数ヶ月後に105号室、母親と子供が出て行ったらしいんですね。それから数ヶ月は父親が一人で住んでいたらしいんですけど、父親もまたその部屋で精神を病んで自殺してるそうです。めちゃくちゃ妙じゃないですか。そうだね。全く関連性がないわけでもない。そうだから一見すると105、104でトラブルを起こしてて、で104の住人がいなくなったわけじゃないですか。一見105の人からするとそのトラブルのものがなくなったから、これでまた平穏なね日々が戻ってくるかと思うんだけど、実際はそうではなく母と子が出ていき残された父親が自ら命を絶ってしまった。依頼者の方曰く104号室の方と自ら命を絶つ直前に電話で話をしてるらしいんですよ。いつも通り、クレームですよね。またうるさい、あいつらが俺を監視してるという連絡があったと。でいつものようになだめてると、最後に絶対に許さないあいつらのせいだってことを言ってた。話を聞いた依頼者もあまり気にも留めずにね電話を切ったんだけど、その数日後に死んでいると。いわば104号室の住人の死がまるでその呪いとなって105号室に連鎖してるかのような、そんな印象を受けますよね。依頼者の方も何度か部屋には入ってはいるんだけども、気味が悪くて入りたくないと。物だけは全部処分したけど修理も何もしてない状況。部屋の中に入るともう途端に体調が悪くなったり入ってられないと。こんなことが起きた場所だから何かいるんじゃないかということで依頼がありました。原因が何かっていうのはちょっとわからないんですけど、かなり特殊な
あんまり聞いたことないような状況でね、隣同士で事故物件になってしまっていると。そうだね。なのでね、ちょっと一旦調査をね、僕らの方でしてみたいと思いますんで、はい、じゃあ行ってみましょう。ではね、早速現場の方に到着いたしました。さっきねちょっと話ねしたんだけど、写真依頼者の方から送られてきていて、でちょっと見てみて、数枚依頼者の方が、まあ、中をね一応写真を撮ったらしいんだけど、その時に撮れた写真で、いやそのね、あ、1個戻って、そうそれさ、当然一人で来た時に撮ったものだそうです。これちょっとえぐいかもしれない。まあね、その部屋も込みでちょっと一回見に行ってみようか。はい、じゃあそれぞれね、何かあれば。そうだね、はい、行ってきます。気をつけて。はい。ここがお風呂場ですね。このタイプ相当古いタイプだね。なんかピントが合わないっすね。なんでなんか1枚だけ忘れてる。ちょっと待って。うわ、なんかすごい蒸し暑いんですけど、なんかここだけすごい冷たい空気が。うわうわうわ。扉を開けて入ってきた時っていうのは特に嫌な感じはしなかったんですよね。まあ、ただ今台所のこの扉を開けた時にとりあえずすげえ冷たい空気を感じた。なんだろうな、怖いっていう感覚より嫌な憎悪というか悪意がこもってるような、なんかそんな空気なんですよね。肌にこうまとわりつくような。確かにここ嫌になって逃げ出すのもわかる気がします。なんかここだけ空気が違う気がするな。ちょっと本当に見てみますか。びっくりした。気になるな。なんだここの空間が若干気になりますね。声じゃないよね。なんか物音。なんかここだけ空気が違いますね。気になるね。なんだろう。まあ一通り部屋回ってみたんですけど、ちょっと台所以外は特にどうしたなんかどういうこと？言い争いしなかった？してないいやもう全然ほぼ喋ってないよ。てかじゃあ聞こえたでしょ、なんか声。分からん声。そんな言い争うような大きい声？普通に。分からん。
相当汚いね。ちょっと嫌な感じはあるな。やっぱり人がですね、病死じゃない方法で死んでいるとなると、やっぱりかなり嫌なもんがあります。すげえ汚いな。なんか床が汚いのはわかるんですけど、この壁も天井も全部汚いっていうのは、カビか。これカビっすね。なかなかの匂い。お風呂は当然バランスがここは和室。かなりこの床下が相当深いっすね。潜ろうと思えば全然潜れるぐらい深い。では、キッチン。めっちゃ硬い。ちょっと動かない。よいしょ。うわー、これだ。これっすね。写真の場所だ。心霊写真が一応撮れてるっていう状況らしいんだよね。当然一人。これちょっとえぐいかもしれない。うん。ここだな。気味が悪い。本当にこのブルーシートをですね、こうやって室内に広げるということは基本あまり馴染みがないと思うんですけど、やっぱりこうやって貼られてしまっていると、まるで事件現場を連想しちゃいますよね。やっぱ匂いはあるな。物はもう何も残ってないっぽいですけど、いや、それにしてもひどい。汚れとカビ、ほこりが凄まじいですね。このブルーシートはですね、もう住人が貼っていたものらしくてですね、その意味っていうのは分かんないんですよね。おそらくこう見ていただくと、ここにレールがありますよね。カーテンレールが。なのでここには扉がついてなかったんでしょうね。で、普通はさ、ここカーテンとかね、いったものをつけると思うんですけれども、そういったものを買うお金もなかったのか、こういったその辺で安く買えるブルーシートで代用したんだと思います。異様です。ちょっと写真撮ってみます。じゃあちょっとこっち行ってみますか。この奥は間取り図で見る限りは和室があると。そうですね。
なんか聞こえるな。なんかトモさんの声聞こえるな。なんかあったのかな。トモさん。トモさん。どうした？何か？どういうこと？なんか言い争いしなかった？してない。いや、もう全然。じゃあ聞こえたでしょ、なんか声。わからん。声？そんな。言い争うような。大きい声？何も聞こえてない？いや、全然聞こえてないよ。全然無音だったけど。でも上誰も住んでないしな。誰かが来てクレームというかさ。いや。まあ許可得てるからさ、もちろん。それでなんか言い争いしてんのかなと思って。これ聞こえたでしょ？いや、でも向こうだ。向こうだよね。向こうだわ。向こうだよね。こっちじゃないよね。違うわ。ヒロ君いたとこってことじゃないの？ちょっと一回。こっちから。そう、明らかにこっちから。でもさ、ヒロ君が聞いたときは、結構小さい、もう他の部屋からぐらいの音だったってこと？いや、わかんない。ここの中にいて、もうトモさんの声だと思ったから、バタバタンって、なんかトラブったかなと思って、で急いでそっち行ったっていうんだけど、ちょっとね、もう、結構ここに来て時間も経っていて、でまあ時間も時間なんで、土足の許可を得ているとはいえバタバタしてるのは事実で、まあちょっと人だった場合ちょっと目をかけることになるんで、一旦ちょっと車を戻りましょう。今の状況を説明すると、物音が調査中にね、というか僕はトモさんがすごい言い争いをしていると思って、で車にちょっと戻ってきたわけですね。トモさん曰く別に何も起きてないと。全然もうほんと一人シーンとしてた。僕はトモさんの方から聞こえた気がしたけど、もしかすると僕のいた部屋104からしてたかもしれないんだけど、まあどちらにせよちょっとね時間も時間なんで、一旦今日はこれで終了で、依頼者の方に僕話を一度、ね、今日あったことを確認をして、まあ、調査するならまたちょっと改めて別日で再調査というふうにしようかと思っております。まあ、例のね、104、105号室の件です。まあトモさんの、撮影してくれたやつもまあ見てみたんだけど、まあ、今のところはどう、まあ、見た限りでは何か映ってたとか起きてたってことはなさそうだったけど、例の噂の物件にまた今日はね一人で来てます。また104の方で検証してみようかなと思ってます。あれからねまたまあ時間経ってまた改めて来てみてますけど、104か。はい、今日はねこの、まあ、ブルーシートの向こうでねちょっと一人検証してみようかなと思ってますけど、前回言い争うような声、あれがね何の声だったんだろうなって。明らかにこっちの部屋でしてたんですよね。明らかにこっちの部屋だった。ヒロがね105号室に来た時に聞いた声は明らかに多分104からしてた声だと思うんだよね。いやでも待ってなんか若干声してるかもしれない。ボソボソなんかこの間みたいに言い争うような声じゃなくて、
喋ってるような声、それはするかもしれんね。なんか隙間とかがね気になるっちゃ気になるけど、なんだろうねこの空気は。すごい疲れる感じがするな。なんだろう、負のオーラじゃないですけど、そういうのの影響を受けてるんですかね。なんかめちゃめちゃ疲れるな。わからんな。今日はこの辺で撤退しようかなと思います。やばい。まあ見た限りでは、うん、何か映ってたとか、起きてたってことはなさそうだったけど、いやなんか自分も検証してみて、その依頼者さんがもう入ってすぐさ、いやこれ無理みたいな感じで出たって言ったじゃん、気持ち悪さはあるんだけど、特になんかそういう現象とかは今のところない。なさそうだよね。まあただね、何度も言うけど、その写真、あれがまあね、あそこで撮られてる以上はちょっとやっぱりまだここでねお蔵入りにしちゃうのはちょっともったいないかなっていうのがあるから、まあもう少しね調べたいなっていうのはあります。まあ引き続き、今日も継続して調査をしていきます。まあ本当ちょっとまあ見た目がね、ここが異様なので、ここでちょっと検証をしていきたいと思います。ここに一旦絞りたいと思ってます。この部屋でしばらく検証してみたいと思います。しばらくね、待機してますけれども、特には何も起きていません。というかですね、なんか気のせいレベルなんですけど、やっぱり隣の部屋105の方でなんか物音がしてるような気がするんですよね。105の方にずっと人の気配があるような感覚があります。もう本当にカメラをずっと置きっぱなしにして、で、朝カメラをね回収しに来るっていう方法で次はやるしかないかなと思ってます。今日ちょっと充電がもうないしカメラも足りないんで無理なんですけど、それでちょっと一旦調査は中断かなっていう感じですね。こっちの部屋だと思ったんですけど、特には進展なしです。今ねやってる104、105の件です。はい。で、今ね僕らつなげてちょっと別の撮影を今から行こうかと思ってたんだけど、その前に2人にはねもう映像送ってあるんだけど、ちょっと進展があったというか、喜んでいいことなのかどうかはさておき、あれはどう見えます？普通に顔だよ。顔に見えるよね。ちょっとね皆さんにも見てほしいんだけど、その前にちょっと、で明るさを調整するとねより顔に見えるんですよ。
はい。ではですね、ただいま問題のマンションに到着いたしましたので、では早速ね、行きたいと思います。なんと言ったらいいか、ちょっと不快な匂いがします。104号室。104玄関。室内はですね、強烈なカビ臭さ、とんでもなく湿度が高い。
105号室台所。105玄関。これが通常の状態、でまあ真っ暗なんだけど、これまず1点目にさ、おかしな部分あると思うんだけど、明るくなったり暗くなったりっていうのはおかしいよね。これは本当ただカメラ置いてきただけなんだよね。そうで、まあ当然ね、僕がもう翌朝撮りに行った時点では、もう当然カメラも照明もね、もう充電切れの状態だったんだけど、まあ充電切れる直前だよね。だけどあの照明がさ、このなんか灯籠のようにさ、そうだね、こう揺らめくっていうのはちょっとおかしい。おかしい。まあそれもあるんだけど、でそれがしばらく続いて、で問題のシーンがここだよね。でこれを明るくするとこういう感じなんだけど、はっきり映ってる。顔だよね。顔だよ。早速依頼者の方にもこれ見てもらって、でまあ話をしたんだけれども、まあ、偶然とはちょっと言えないんじゃないかっていう状況なんだけど、まさに事故が起きたのはこの部屋らしいのよ。この部屋でご主人が亡くなっていたらしい。まあなので、今、まあ、これからなんだけど、まあ、ようやく進展があって、まあ、これからどうするかということなんだけど、この部屋にちょっと絞ろうかなというふうに思います。ああ、こっち側。そうそうそう105。そうそうそう、のこの部屋。なのでここで改めて調査をして、でこの映像が撮れた時刻っていうのが、まあ大体1時半から2時の間なので、まあその時間帯にこの部屋で検証を行おうと思ってます。依頼者の方にも、まあ、調べていただいているんで、まだ何か他にもね分かり次第教えていただけるということです。まずは僕たちの方で焦点を当てて調査をしたいと思います。